え、待って、窓が閉まんなくなった。はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カカカシノッピーです。今回はこちら、パーメイトのゼロワイパーがリニューアルされたみたいなので、購入してみました。ゼロワイパーって言ったら、簡単に説明するとね、ものすごいガラス用の撥水剤。ものすごいっていうのは、もう今までに見たことないレベルの撥水力。どれぐらいすごいかっていうと、雨が降ってきても、雨が降ってると気づかないぐらいガラスに雨が付着しない。そんな撥水剤です。ほんとゼロワイパーです。ワイパー不要っていうね。このゼロワイパーっていうのは他の意味もあるんですが、皮膜がかなり弱いので、ワイパーを使っちゃうと、この撥水剤っていうのは落ちてしまいます。タオルで拭いたりとかもそうだけど、耐久性が全然ないんですよ。で、前使ったゼロワイパー、リニューアル前のやつは、耐久性がね、8時間から数日間ってなってたかな。8時間から数日間ですよ。それぐらい耐久性がないと。で、あとは外から見た時に、ガラス面が虹色っぽく見える。これもね、デメリットの一つでした。そこがどう改善されているのかっていうのが一番気になる部分なんですが、今ね、ちらっとね、説明書読んでたんですよ。そしたら、僕が気になっている部分はほぼ改善されていなさそうですね。耐久性は、これちょっと上がってんのかな。ゼロワイパーの超撥水性能は約10時間から数日間持続しますと。2時間アップ簡単に落ちちゃいますよっていうのを書いてあるし、車外から見ると虹色の模様が出たり白く見えたりしますが、車内からはほとんど気になりませんと。じゃあ何が改善されたのかっていうところなんですが、セット内容を見た時に、以前はベースコートっていうのがあったんですが、それがなくなって専用ワイパーっていうのが追加されています。雨が降りそうな時、雨が降り始めた時にパパッと施工できるように、この専用ワイパーっていうのがあるのかな。ちょっとよくわからないんですが、一旦使ってみようかなと思います。で、ちなみにこちらゼロワイパーのコーティング剤のみも販売されています。なので耐久性がほぼ皆無だから、これを積んどいて雨が降りそうでもうゼロワイパーの効果がないってなったらまた追加できるみたいな感じらしいんだけど、個人的にはどうなんだろうっていう、結構ね、実用性っていうよりかは僕の中ではネタ枠、そんな商品です。とりあえず今日警報級の雨が降るみたいで、一日雨が降っているとちょっとできることもあまりないので、今回はこのゼロワイパーを施工してちょっと走行映像まで撮りに行きたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたらこの車に施工していこうと思います。で、現状はバラコデラックス施工してあります。で、結構施工してすぐぐらいこんな感じで撥水してます。水弾きはかなりいい状態ですね。これがどう変わるのか、半分だけ今回ゼロワイパーを施工していきますと。で、なんか説明書を読んだら、雨が降っている時は必ず軒下等の雨がかからない場所で施工してくださいと記載されているので移動します。はい、そしたら雨が当たらないところに車を移動させました。まずはワイパーが入ってるんだよね。こちらですね。このポッチを押しながら引っ張ると取れるんですが、これを差し替えてこれで水切りワイパーになるので、まずはガラス面に付着している水を取り除いていきます。多分タオルとかでも大丈夫なのかな。雨が降ってない時はフロントガラスに付着しているホコリなどを取り除くためにクロスで拭いてくださいと。今は水が付着してたのでワイパーを使いましたが、完全に水気を取り除きたい場合はクロスの方が最終的にはいいんじゃないかな。水切りワイパーも結構取れるんだけど、慣れてないと水がね残ったりするので、そこら辺は臨機応変にっていう感じかな。とにかくガラス面に水がない状態、こんな感じです。続いてこのワイパーにこの布をかぶせていきます。リニューアル前のものは挟み込むタイプだったんですよね。けど今回はこういうかぶせるタイプになってます。なのでここにこうかぶせる。これは平行にしっかり、水平かしっかりかぶせてあげるとこんな感じです。で、裏表があるみたいで、こっち側が裏側、このビスがある方で、ここにコーティング剤を染み込ませていく。で、コーティング剤がこちらですね。でもう1回使っちゃったんですが、本当は別のキャップがされてて、これは付属で入ってます。ここに取り替えて、でこの先端を回すと開くので、ここにこう染み込ませていく。で、1回分のメモリがあるので、こうしっかり染み込ませる。結構ね、タプタプもうびっちょびちゃな感じですね。こう垂れるような感じ。
そしたら実際に塗布していきます。でコツとしては重ねることですね。2秒から3秒ぐらいゆっくりこう塗りながら、次の面は2センチぐらい重ねる、そんな感じです。こういう感じで、端の方がかすれるので、ほんとしっかり重ねててあげることが重要です。こんな感じですね。最初塗った時透明だったのがやっぱどうしても青っぽくっていうのかな、ちょっともやっとなります。角度を変えてみるとこんな感じですね。白っぽく見えます。境目がしっかりあって右側はクリアな感じ。外から見るとこんな感じなんですが、中から見ると意外にクリアなんですよね。あとね、この下の部分っていうのかな、この辺ちょっと塗れてない部分ではあるんですが、この黒い部分が結構虹色っぽく見えます。パッと見はね、ほんとちょっと変な感じですよ。中から見るとこんな感じです。僕今後部座席から見てるんですが、正直境目がほぼわからない。若干右側ね白っぽくなってるけど、若干って感じ。ピント奥にしようか。パレットにピントを合わせるとこんな感じ。左右あんまわかんないと思います。そしたら雨が当たるとどうなるのか見てみましょうか。雨の中です。どうでしょう。右側は水滴が結構ついてきましたが、左側はちょっとはついてるね。なんかポツポツ。完全にゼロっていう感じではないんですが、全然違うと思います。これまたね、水かけると面白いんですよ。水かけてみます。どうですか。水かかってないんじゃないか説もあるよね。同じように水かけてるんですよ。すごくないですか。ジェットとか強いのやっちゃうと落ちちゃうので、ちょっと弱めにいこうかな。もう少し近くで見てみますか。あれ、もうちょっと剥がれ始めてる。あ、そんなことねえか。小粒に弱そうだね。例えばさっきのミスト、小粒だとこう水滴がくっつきやすいけど、シャワー強めにやってあげれば。見せたいのはこれなんです。バリアだよ、バリア。ほんとすごい。こっちもすごいんですよ。ガラコデラックス普通に水はじきめちゃめちゃいいですし、けど何これっていう。すごいわ、相変わらず。なんなのこれ。何がどうなるとこうなるの。無敵だよね。短い間の無敵なんですが。はい、そしたら続いて中からご覧ください。これです。かかってるよ。本当にかかってるんですよ。もうちょっと強めに。うわー、なんかもう異常。久々にこの異常な水はじきを今体感しております。いや、すごいね。やっぱ面白い。やっぱ虹色だね、外から見ると。見る角度によっても違うんですが、こんな感じで特に重なった部分が虹色っぽく見えますね。そしたらちょっと走行映像でも撮りに行きますか。はい、そしたら走行映像を撮っているんですが、雨降ってないんじゃないのって思われるぐらいのこのクリア感。降ってるんですよ。間違いなく降ってるんですが、水滴がつかないからわからないんですよね。で、雨降ってますよねっていうのを見せたいんですが、ワイパー使うと落ちちゃうので、それができないっていうね、もどかしさ。たまにね、この雨が大きい粒のやつがポンってこうぶつかる感じはありますね。だからこのゼロワイパーを施工するとき、今回、左半分はゼロワイパー施工していないので、ガラス面に水がついているのが分かりやすいんですが、
これ全部施工すると雨が降ってるかどうかが分かりづらくなっちゃうので、端の方を数センチ分未施工にしておいてくださいみたいなのは取扱説明書に記載されてます。それぐらいすごいっちゅうね。右下横棒の線が気になるけど、水滴のうまく施工できなかったのかね。一回落ちちゃうと水がねすごいパパパってこうつくので、逆にそれがね気になったりもします。雨の音すごい鳴ってますね。パチ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 で、なんかね雨が降ってるっていうか、もうガラスに水滴がぶつかってふわってこう飛んでいくんですよ、このゼロワイパーのところは。だから雨っていうよりかはちょっとなんか雪っぽく見える、このふわーってくる感じがね。待って、窓が閉まんなくなった。雨の中、ちょっと待って、嘘だ。なんで？寒い。窓が閉まんない。助けて。ガラスどうですか？そういうどころじゃないんだけど。事件発生なんだけど。待て。顔面麻痺する。寒すぎる。耳の鼓膜もおかしいです。なんで高速でこんなことなんの？緊急事態発生です。高速道路で窓の開け閉めができなくなりました。最悪で、助手席とかは開くんですよけど、運転席ふんともすんとも言わなくなった。なんで？しかも行きなんだけど。いやほんと最悪な状況になりました。もう行くしかないんですけど、右足がもう冷たい。もうほんとやばい、びっちょびちょ。なんで雨の中窓全開で高速を走るんだよ。やめて笑えないんですけど、なんとか復活しました。スイッチの接触不良なのか、止まってねすごいガチャガチャやったらなんとか復活できました。まだ動画途中なんですよ。ワイパーを使うとどうなっちゃうのかみたいなところ、最後ちょっと試していこうと思います。またちょっと高速乗らないといけないんですが、この車ね ETC の車載機がついてないんですよ。だから窓を開けないといけないと、またなるんではないかと今ビビっております。もう窓開けるのは最小限。しまったよかった。趣旨の違う動画になるところだった。結構ね今雨強いので、豪雨でもこんな感じなんですよ。すごいね相変わらず。そしたらワイパー使います。そうするとこのようにガラスに水滴がつくようになります。ほんともう 2,3 回使っただけですぐこの撥水の膜はなくなるので注意してください。ちなみにワイパーが当たってないところは問題なく撥水しております。こうワイパーの形にね変な感じになっちゃってる。それぐらいねこの撥水被膜は弱いですよといった感じです。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はこちら、ゼロワイパーがリニューアルされたということで、実際に使ってみました。変わった部分としては、セット内容が結構大きく変わりましたね。従来品では、ベースコートっていうのがあって、それを使った後に、この超撥水被膜みたいなのをね、施工していかないといけなかったんですが、そのベースコートっていうのは今回なくなって、水切りワイパーですね。これが付属されるようになりました。なので、雨が降り始めた時にパパッと水切りワイパーでガラス面の水をなくしてから施工していけるっていう意味ではいいのかなとは思うんですが、結局ね、雨が降り始めた時にガラス面に水がつくじゃないですか。それを取んないといけないんですよ。取ってなおかつ濡れない状態、室内だったり軒下とかで施工しないといけないんですよね。そうなるとやっぱちょっと1個ハードルが上がるのかなとは思うんですが、こういうセット内容が変わりましたと。でも従来品で塗布するこのワイパーみたいなのあったんですよ、似たようなの。それがスポンジでそこに布みたいなのを挟むタイプだったんですよね。だから塗りやすさで言うと前のやつの方が塗りやすかった。この水切りワイパーね、ゴムだからちょっと硬いので湾曲しないから
端の方がもうカサカサってなる感じはありました。であと性能に関しては個人的に気になってた部分はほぼ変わってないです。耐久性と外から見た時の色っていうのは変わらず、レインボーっぽくなんか白っぽくなるし、耐久性もほぼ皆無。従来品は8時間から数日間だったけど、今回は10時間からになったから、まあ2時間伸びた。まあこれはもうね、誤差みたいなもんなので、どうなんかなっていう。その水弾きとしてはもうものすごいものがありますけど、施工もね、パパッとなんかスプレータイプではないので、あんま簡単じゃないし。けど、ほんとすごい水弾きなので、皆さんぜひね、一度使ってみてもらいたい。今まで体感したことない水弾きだと思います。それは間違いなく言える。やっぱ耐久性と外から見た時、内側からだとね、全然そんなことないんですが、あれもなんか不思議ですよね。あとはね、ボタン戻りました。危なかったです。スイッチの接触なのかわかんないんですが、もうガチャガチャ押して、長押しとかしてたら無事戻りました。まあそんなトラブルもあったんですが、ゼロワイパーに関しては耐久性が、まあ1ヶ月とかなったら結構革命的かなと僕は思っております。気になる方はね、ほんと試してもらいたい。けどほんと耐久性ないからそこは注意してもらいたい。はい。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週